ってきます。くださ
うん。
いただきます。うん、美味しい。
はい。お腹すいた。疲れた。美味しそう。いただきます。乾杯。乾杯。で、餃子はですね、はい。酢醤油が好きでしょ、つーさんがね。はい。こっち醤油、これラー油。はい。いただきます。よいしょ。いかがですか？うん。美味しい？うん。じゃあ僕餃子食べてもいいですか？もちろん。いただきます。珍しいタイプの餃子ですね。ライスペーパー餃子だからね。すごいわね、ライスペーパー餃子。なんでライスペーパーで餃子作ろうと思ったの？餃子の皮そんなに簡単に売ってないでしょ、こっちだと。ライスペーパーだと乾いてるからいつも常備してるじゃない。ライスペーパーで作るんじゃないかなってずっと思ってたの。でもそしたらネムみたいな、ネムじゃんねって思ってたわけ。ライスペーパーで揚げたらってこと？そうだからネムみたいなのかなって思ってたんだけど、最近ライスペーパーっていろんなことするのがすごい流行ってるの、世の中的に。そうなの？日本じゃなくて？いや結構いろんな国でもやっているのを見たことがある気がするんだけど、SNS とかでも結構やってて、でライスペーパー餃子なるものをどっかで見て、やっぱ餃子にもなるんだなと思って、なってみようって。おー、なるほど。美味しい、これすごい。野菜だけでしょこれ？そうなの。すごい健康に良さそう。私でも。なんか別にもちろん普通にも作れるんだけど、せっかくならベジタリアン風にしようと思って。なるほどね。あとつーさんが前野菜餃子意外に好評だったでしょ？いや大事。俺は気づいたんだ。餃子は肉より野菜の方が大事だって。そう。なんか肉で作るとなんか硬くなるっていうか、なんかひき肉の部分ね。そうジューシーさって実は野菜の水分から来てるんだなってことに35歳ぐらいにして気づいたわけよ。嘘ばっかりだね。本当35歳じゃないか、もうちょっと年取ってからか、最近だな、ここ 2,3 年。40歳でしょ？そう40歳近くになって35ぐらいで気づいてたと思いたかった今。つーさんももうねベジタリアン的な年齢だからね。ベジタリアンって年齢でなるもので、なんか肉とかさ、食べられなくなるって言うじゃん、年取ると。でもつーさんめっちゃこの間もすごい XL ステーキ食べてたよね。いつ来るんだろうってずっと思ってんだけど来ない。だね。いやだから最近美容に目覚めたの。知ってる。最近じゃないじゃん。そう最近だよ、ほんと最近だよ。もう昔そんなこと考えたこと一度もないけど、毎日日焼け止めを塗るようになって、やっぱでも日焼け止めもそうだけど食が大事なんだなってすごい思う。昔よりも全然肌綺麗になったもん。自分で言うのもなんだけど全然違うなって思う。でマミコの影響だよ。マミコからいろんなことを聞いたりとか、マミコが使ってる化粧品とかを使ってたら、これは違うなって思ったの。私の高級シャンプーとかもそうでも、いいものを知ると、すごいなって。でマミコのおかげでつーさんはそうやって美容に、マミコの影響多いからね、つーさん。そうなの？そう。でもうすぐつーさんもなんかいろんなことに目覚めちゃうのかな。私みたいにレストランとか血眼になってさ。俺結構すでにやってるよ。だって先輩と旅行に行った時にすごいびっくりされたもん、全部の食事レストラン決めてんの？そんなこと知るやつ初めて見たって言われた。そんなん当然だよ。あ、そうですかって言っちゃった。俺もすでに洗脳されてたからその時点で。そうモロッコに行って、全部のレストラン今日の昼はここで今日の夜はここでって言ってそしたらなんかマジで全部決めてるの？でも確かに美味しいねって言ってたんだけど、最終日ぐらいに、今日はちょっとなんかその辺のなんかケバブ屋とか入って気楽に食べないって言われて、なんでそれ別にさ、そういうお店に行ったって気楽じゃん。いやなんかこの軽くさ、なんか何も考えずにみたいな、なんかそういうのをやりたかったっていう。考えてないじゃん、別についてってるだけだから。失礼な。分かんない。その辺に入るとかがマジ意味わかんない。だからその辺に入ろうって言われて、俺もそうですかっつって入ったけど、やっぱり編集者だからかしら。だと調べる量は全然違う。もうずっと調べてるもんね。洗濯機とか3日ぐらいかかったもんね、選ぶのに。もう泣けたかった、最後の方見つからなくて。なんかあっという間に食べ終わっちゃった。
まあでも量的にはもう一回転できるから、食べたかったら焼くこともできる。なんか私がすごい思ったのは、やっぱり焼いてすぐ食べなきゃいけないじゃん、だからやっぱホットプレートがあるといいと思う。だってホットプレートじゃあそしたらつーさんの大好きなお好み焼きだって目の前でじゃあって言って。いや別に俺はもう目の前で焼く必要性ない。俺別にその鉄板焼きの職人じゃないから。つーさんの好きなホットケーキとかも目の前で焼肉とかなんかいろいろまたいろいろ増やそうとしてるなキッチングッズは。キッチングッズじゃないあれはテーブルの上グッズ。俺もなまだいろいろ買いたいものあるのにな。いや別にだから全然高くもないし一生ものだからホットプレートあるとすごい便利なんだって。わかりました。プロジェクター買わないとな。あすごいやでも他のが決まんないとどこに映写するのかが決まんないのね。何にもまだ決まってない。でもその前にソファーも買う。そうソファーも買わなきゃいけないし、マミコの生誕祭の誕生日プレゼントまだ1個もないからね。3つ買わなきゃいけないんでしょ。マミコの実は3だから。そう3ってそんな話初めて聞いたわ。そうだよ。3っていう字が入ってんだから。何が欲しいの誕生日プレゼント。分かんない。あんま欲しいものがないもんね。でもなんかいろいろ言ってたじゃん。なんか iPods Pro がすごい気に入っているけど iPods Pro の充電が短いから充電が途中で夜寝る時にいつもつけてるんだけど朝に切れるでしょ。朝方にちょうど猫に起こされた頃ぐらいにピンピロリーってで切れちゃうわけ。でもうあともうちょっとあと3時間ぐらいあればいいのにと思うんだけどどうもアップルは3時間長い充電ができるiPods Pro を出す気はないらしいからないんだ。ないから、もう一個買ったの。途中で変えるってこと？途中で切れたっつって。そんなバカな。そう？まあでもノイズキャンセリングあるとすごい助かるよね。そうなの。で新しい2026年に出るプロはさらにノイズキャンセリングすごいらしいの。調べてんな。あれあるってすごい寝れる。だからやっぱもう一個あるといいなっていうのと、あとは Apple Watch が新しくなったからApple Watch 使ってないじゃん全然。使ってるよもん。だってつーさんが使ってくれないからトランシーバーが使えない。いつもつーさんにこうグーってやってジーってやってもつーさん通話ができませんって書いてる。つーさんにトランシーバーしようとしてる。わかったつけるよじゃあ俺。あとなんだっけ。これも食べちゃってね。ありがとうございます。あとはまあなんかジュエリーとか。なんか言ってたじゃんなんかなんだっけキッチンのなんか。そうだった。ミキサーが欲しい。なぜならば私の持っているブレンダーはちょっとパワーが弱いからブーンってっても氷とか砕けちゃうやつが欲しい。何をする気なんだよ。なんかパワフルにこうグーってやりたい。すごいなまみちゃん。何も欲しいものがないとか言って欲しいものありまくるじゃん。すごいじゃん。一生懸命ねつーのためにひねり出したのよ。欲しいのがないと困っちゃうでしょ。考えるの大変じゃん。だから私がありがとう。ありがとう。すごい助かるよ。ねよかったね。ありがとうございました。ごちそうさまでした。おさまでした。